皆さんこんにちは。今回はダイソーで買える商品でショアジギングで本当に使える釣り具を7つご紹介します。まず1つ目、ボールベアリングスイベル3号です。この商品の用途は糸よれ、いわゆるラインのねじれの解消のために使います。ショアジギングで使用するとき、メタルジグのキャストを繰り返すとメタルジグが回転し糸がねじれてきます。通常のスイベルよりも回転性能が高いボールベアリングスイベルはスムーズな回転でラインのよれを解消してくれます。この糸よれを放置しているとラインに巻き癖がついて PE に結び目がついたり、最悪キャスト時にガイドに絡まりロッドの損傷のリスクがあります。特徴なんですが、内容量が5個入ってます。引っ張り強度が約 18kg、39ポンドですね。コスパが高いです。ここで110円なので。商品のラインナップは1号と3号があります。注意点なんですけど、この 18kg の引っ張り強度、メーカーのシャウトさんだと4個で500円で買えるんですが、引っ張り強度が160ポンド、約 72kg の強度があります。またカルティバさんは2個で350円なんですが、100ポンド 45kg の引っ張り強度があります。それに比べてダイソーはここで110円と安いんですが、39ポンド 18kg しかないので、非常にメーカーのものに比べると強度が劣ります。しかし80センチを超えるブリでも10キロ未満になるので、ショアで使う分には十分な強度ではないでしょうか。実際にこれ使用したんですが、 2,3 回使用し、水を洗い流さくても腐食はせず、回転性能は落ちなかったです。都会の堤防では十分な商品です。ショアジギングだとブリまで、例えば遠征でヒラマサやクエが釣れるエリアではメーカーのシャウトさんとかカルティバのものを使用した方がいいです。2つ目、ダイソーのメタルジグです。こちらは価格は100円になります。ただ 60g と 80g に関しては200円になります。種類展開はスリムタイプが 18g、28g、40g、60g と 80g があります。スリムタイプ 18g、28g、40g のカラーがイワシパープルゼブラグロー、ブルーピンクフルグローです。そして 60g と 80g はシラスブルピンミドキンです。フラットタイプは18、28、40、60、80g です。それぞれシラスブルピンミドキンです。注意点なんですが、塗膜が昔のものほど剥がれやすいです。ダイソーのメタルジグの発売された変遷は最初にジグロックが発売されました。これすぐ塗装剥がれます。その次にこのスリムタイプが先に発売され、その後にメタルジグのフラットという名称がついてパッケージも変わって発売されました。でその次が 60、80g です。この200円する 60、80g が最も塗膜が強くて剥げにくいです。使用感なんですが、いろんな種類のジグがある中で、まず2本買うとしたらスリムタイプの 18g、40g フラットのブルピンをおすすめします。青物だけでなく根魚もよく釣れるので、メーカーのメタルジグを購入することがなくなりました。強いて言えばフラットのグローだけラインナップにないるので、メーカーのものを購入してタックルに入れています。レアフックは錆びやすくて簡単に曲がってしまうので、メーカーのものに交換することをお勧めします。3つ目がスイベル付きブレードです。用途は主にメタルジグに装着し、ブレードのフラッシングと波動でアピールする商品です。
特徴としては1袋100円で2個入ってます。材質は本体は銅合金になります。ただ巻きのアクションでもアピールできるので初心者でも簡単に釣れます。ラインナップがコロラドが2種類 1.5 センチと2センチになります。そしてウィローリーフが3センチと4センチです。このコロラドタイプは強い波動を生むのが特徴的です。一方でウィローリーフが幅が狭いので巻き抵抗が少ないブレードとなってます。これを使用する時の注意点なんですが、リアフックにそのままブレードをつけてしまうとブレードとフックが干渉してブレードが回らないです。こちら市販品の巻き巻きというルアーです。ブレードがついているタイプになります。フックがブレードに干渉しないように設計されています。メーカーも干渉するとブレードが回らないっていうのを考慮して販売しています。なので私たちもダイソージグにブレードをつけてカスタムするときはブレードとフックが干渉しないようにする必要があります。その時に使う接続金具があります。それがこちらです。スナップ付きサルカンです。7号が使いやすいです。スナップ付きサルカンとスイベルをスプリットリングで接続します。そしてスナップの部分をルアーのアイに装着します。そうすることによってブレードがフックに干渉しなくなります。交換するフックのサイズによってここのスナップ付きサルカンのサイズを変えると微調整できます。スイベルが長すぎるとスイベルに食いついてフックにかからない時があるのでスナップ付きサルカンのサイズで調整してください。今回スイベル付きブレード4種類あるとご紹介したんですが、春のマイクロベイトで一番おすすめなのがこちらの 1.5 センチのコロラドがおすすめになります。4つ目にご紹介するのがルアー用コーティング液です。こちらはルアーのコーティングに使う商品で価格は100円となってます。内容量は 5g で LED-UV ライト対応です。UV ライトとはいわゆるブラックライトのことです。効果方法もこの LED-UV ライトを照射すると効果できます。過去に動画でこれ1本でどれぐらいのルアーを塗装できるか試してみたところ、ダイソーメタルジグ 80g だと約7本、40g だと12本程度塗ることができるということが分かっています。塗装方法に関しては別動画をご参照ください。でこちらの注意点なんですが、材質がアクリレート樹脂と呼ばれる樹脂を使用しておりまして、こちらの耐熱温度が60度から87度になっています。一方で市販のルアーメーカーのものはウレタン塗料で約120度なので、このルアーコーティング液をつけたルアーを真夏の炎天下に置いていると溶けるリスクがあるので、その点ご注意ください。実際の使用方法はダイソーのメタルジグには塗らずにメーカーのメタルジグに塗るようにしてます。過去動画で強度もお見せしているので、よければそちらもご覧ください。5つ目がジグさびきになります。ジグさびきとはこのさびき仕掛けの先端にメタルジグを装着してメタルジグのフラッシング効果で魚を寄せてさびきの部分で食わせるっていう釣りです。
サビキっていう名前なんですけど、餌がなくても釣れるのでお手軽に釣りができます。価格は1袋で100円で、2本針が2セット入ってます。針ストミチ糸がナイロン 100% になってます。種類展開が4種類。針のサイズが6号、8号、9号、10号です。いずれも2本針の2セットです。6号の針なんかは道糸が3号、ハリスが 2.5 号なのでライトシュワジング用です。でナイロン6号を使っているのがこの10号だけなので、私はこの10号のジグサ引きをおすすめしてます。で6つ目がスプリットリングになります。これの用途はルアーにラインやフックを接続するために使う金属でできたリング状の接続金具のことです。価格は1袋で100円で30個入ってます。材質がステンレスです。平打ち加工で強度を出しています。種類展開が0号から4号までの5種類あります。この商品の注意点なんですが、平打ち加工しているんですが、市販のものに比べると強度が落ちます。私はゼスタンのバリューパック100個入りをよく買っていたんですが、例えばこの4号のスプリットリング、ダイソーだと、47ポンドの強度 21.5 キロなんですが、ゼスタンのバリューパック4号だと120ポンド、市販品の 40% の強度しかないので、少しその点注意ですね。ただ4号だと 21.5 キロ、ショアでブリを釣るなら問題ないので、最も強度が高い4号のスプリットリングを私はお勧めしてます。実際の使用感なんですが、市販品と遜色なく使えてます。価格も100円で30個入っているので、ゼスタのバリューパックよりも安いので、私は今こちらを使ってます。ショアジギングの時にフックとかプライヤーもご紹介しようかなと思ったんですが、やはり市販品のものの方が使いやすかったので、今回はそちらはご紹介なしになります。今回の動画は以上になります。今回の動画が参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら、高評価、グッドボタンお願いします。また今後も最新のダイソー釣り具をご紹介しますので、よければチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。